皆さんこんにちは。今回はですね、新製品紹介になります。その新製品というのが、今週明けぐらいにネットで発表になったこちらですね。はい。BSX4S Graspa STD。Graspa STD で覚えていただければいいかと思うんですけれども、こちらの、スタンダードサイズのサーボになります。はい。スタンダードサイズもですね、ついに、グラスパーっていう名前がつきました。グラスパーシリーズの仲間入りしたっていう感じですね。はい。こちらです。実際のもの、まだこれはちょっとですね、本当の製品版ではなくて、まだ今ちょっと試作品なんで、全く同じかっていうとそうではないんですけど、これほぼ一緒なんで、いち早くですね、こうやって動画でお見せできたらと思い、この試作品をちょっと今回持ってきました。こんな感じで、こんな感じのデザインになりますね。はい。どうですかね。グラスパー2にちょっとデザインを合わせていった感じで、ここにロゴがでっかく BSX4S って書いてあって、グラスパー STD っていうこういう結構、ちょっと黒を基調とした、でも派手めなデザインになりますね。グラスパー STD。はい。こちらがですね、今回の新製品の、スタンダードサイズのサボになります。スタンダードサイズなんでですね、電動カーですと、オフロードですね。EP バギー、肉四駆なんかに使えたりとか、あとは、メインはエンジンカーですね。エンジンカーですと、GP ツーリングから81のレーシング、バギーまで、幅広く使っていただけるサーボになると思います。はい、こちら、グラスパー STD ですね。こんな感じの、デザインのサーボです。はい。ということでですね、今回は、このグラスパ STD が、どんな特徴があるのかっていうのがですね、ちょっとここにまとめてみましたので、はい。これをですね、紹介していきたいと思います。はい。で、まず一番最初にですね、はい。ちょっと光っちゃう。見づらいかもしれない。これ見えますかね。はい。まず一番最初に、スペックですね。スペック注目していただきたいんですけれども、こちらトルク40キロ、ちょっと 7.4 ボルト時で、見ていきたいと思うんですけれども、7.4 ボルト時、トルク40キロ、スピード 0.09、セック。ということでですね、これを見ていただいて、今までのスタンダードサイズ、今 RSX3 が現行なんですけれども、今までのスタンダードサイズ、パワータイプ、レスポンスタイプっていう2種類が、あったと思うんですけれども、今回ですね、その2種類のスペックをですね、この1種類でほぼ、カバーしてしまっているというところがですね、まず一つ特徴になります。パワーとレスポンス両方、これ1個でいけちゃいますよっていうところですね。まずトルクなんですけれど、トルク40キロっていうのはですね、今の現行の RSX3 のトルク、あれが確か25キロだったかな。それを大幅に超えています。なので、今の現状のパワータイプの、サブよりも圧倒的にトルク上がってます。そしてスピードなんですけれども、スピードはですね、レスポンスタイプ、今のものが確か 0.06 ぐらいだったと思うんですけれども、スピードはですね、ちょっとレスポンスタイプよりも若干遅くなってます。で、これはですね、この 0.09、このスピードに設定したのはですね、理由があります。それはですね、もう本当に何度もテストを繰り返してきて、これより、速いスピードっていうのはもう現段階必要ないなっていう、結論に至りまして、この 0.09 セックですね。こちらに、スピードを設定しました。ですね、これ以上ですね、ぶっちゃけ速く動かしてでもですね、運転が難しくなってしまったりとか、逆に速すぎて、トルクがあるんでね、速すぎても結局タイヤがグリップしてくれなければ、車はアンダーステアになってしまうんですね。ということでですね、その辺のバランスがですね、速ければいいっていうものではなくて、そのちょうどバランスの取れたところがですね、この 0.09 っていうところですね。これはですね、最近のロープロのサーボなんかも、同じことが言えるんですけれども、グラスパー2ですね、今の言語だとグラスパー2だったり、その1個前のグラスパーだったりもですね、だんだんスピードっていうのは今、遅くしていってる傾向にあります。で、それはですね、トルク、保持力が上がってるからですね、これ両方上げてしまうとですね、もう車グッキグッキ動いちゃって、なかなか、運転難しくなってしまったりとか、逆にアンダーステアになってしまうので、トルクが上がってる分ですね、スピードはちょっと控えめっていうのがですね、最近の、サーボの傾向になってきてるのかなと思います。他社でも結構そんな感じ多いんじゃないかなと思います。ということでですね、スピードは 0.09、トルク40キロ。今までのレスポンスと、
パワータイプのサーボ、両方カバーできてしまいますよというのがですね、まず、一つの特徴になります。そしてですね、次に、注目していただきたいのは、今度はハードウェアの面になるんですけれども、ハードウェアの面で何が変わったかっていうと、まずはですね、強化ステンレスファイナルギア。言えてないですね、すみません。強化ステンレスファイナルギアですね。ファイナルギアが、材質が、見直されてます。で、今までのですね、ファイナルギアっていうのは、アルミを使ってました。アルミのファイナルギアです。で、アルミの特徴っていうのはですね、軽さがあります。軽いんだけれども、やっぱりですね、耐久性の面ではですね、ちょっと弱い部分、若干柔らかいんで、弱い部分があるんですけれども、今回ですね、トルクが大幅に上がっているということでですね、ちょっとアルミだと耐久性の部分が、要は寿命がちょっと短くなってしまうんで、耐久性上げるためにですね、強化ステンレス、こちらを採用しています。これ見ていただくとわかると思うんですけれども、結構ちょっとチタンみたいな、ちょっと黒くなってる色なんですけれども、これですね、熱処理してるんですね。アルミじゃない、ステンレス。ステンレスをですね、さらに熱処理して、硬くしているっていう感じですね。ということでですね、耐久性が大幅に向上しています。で、これアルミからステンレスになって、重さが重くなった分、そこでちょっと性能下がっちゃってるんじゃないかっていう、方も、鋭い方だったら思われるかもしれないんですけれども、ここもですね、ものすごいテストしてます。材質も、かなり、いろんなカテゴリーでですね、電動のバギーからですね、GP ツーリング、エンジンカーまでですね、いろんなカテゴリーで、この材質のテストも、かなりの回数を行ってきました。で、アルミからステンレスにした、重くなった分ですね、重くなった部分はですね、いろんなスペックとかでもう完全にカバーできてるっていうところですね。重くなってもスペックは、落ちないところまで、テストを繰り返してきました。ということでですね、強化ステンレスファイナルギア、重量は重くなってるけど、ここはですね、問題ないです。むしろですね、この重さっていうのがですね、いい方向に繋がってたりっていうのも、いろいろテスト結果で出てきてですね、この強化ステンレス、ファイナルギアは採用したんですけれども、これでですね、耐久性が大幅に上がっております。ですね、あと、これ細かい部分なんですけれども、この音が幅のセレーションの部分、若干長くしました。これですね、今までうちのサーボで、たまにですね、メーカーによってこの、短くて、本が当たってしまうものがあったんで、若干長くしたことでですね、どんな車でも、1ミリぐらいなんですけれども、使える車の幅の範囲が増えたかなと思います。はい。で、もう一つがですね、シリアル通信対応。これは 4S って書いてある、4S シリーズなんですけれども、これはですね、グラスパー グラスパー2の時とか、NEXT の時にもかなり、説明したシリアル通信ですね。なので、詳しいシリアル通信に関してはですね、そちらの EX NEXT の動画を見ていただければいいかと思うんですけれども、簡単に言うとですね、通信がすごい速いです。超高速通信します。そして、テレメトリーが使えます。ということはですね、このサーボも、EX NEXT 持ってれば、プロポで操縦台の上から、設定が変えられてしまうっていう、ところですね。でですね、もともとまた5つプリセットが入ってます。でですね、この設定とかプリセットに関してはですね、今、話しても、ちょっとまだ発売まで、間があるので、忘れてしまうんじゃないかと思うんで、これはですね、また、サーボが発売されたらですね、どのカテゴリーはどんな設定がいいよとか、シチュエーションに合わせた、設定内容なんかに関してはですね、また、改めて発売されてから、この動画で説明していこうと思いますので、今回はですね、このシリアル通信に、対応してますよっていうことですね。超高速通信で、テレメトリーで、プロポで設定がいじれてしまうというですね、OS シリーズの特徴を、こちらのスタンダードにも、つけましたっていうところですね。はい。そしてもう一つがですね、こちらですね、ケースサイズの見直し。これも細かい部分なんですけれども、この横方向ですね、この方向、今、手で掴んでる方向、ここをですね、0.6 ミリほど、短くしました。小型化しました。これですね、たまに GB カーなんかで、搭載位置が、
狭い車があったりとかしてですね、搭載しづらい、今までのサーボのサイズと搭載しづらい車種があったのでですね、この辺を見直すために、ケースの寸法を見直しました。0.6 ミリ、約、短くなってます。なので、どんな車にもですね、搭載可能かと思います。はい。そしてもう一つが、サーボリードの長さですね。はい。でこちらがですね、これまだちょっと実は試作なんで、長くなってないんですけれども、これ、実際もうちょっと長くなってます。で、これ200ミリ。200ミリっていうのがですね、今までの標準の長さだったんですけれども、これ250ミリになりました。50ミリ長くなりました。こちらですね。はい。これもですね、一部の、これ81バギーだったかな。81バギーです。81バギーのカテゴリーでですね、どうしても車の搭載位置の関係で受信機に、サーボリード届かなくなってしまう車種が一部ありましたので、そういうのに合わせてですね、サーボリードの長さをですね、250ミリに、変更してあります。はい。ということでですね、その辺がですね、主な変更点になります。一番注目してもらいたいのはスペックかなっていうところですね。スペックもですね、これ数字だけ見ても、わかりにくいんで、これは実際にやっぱり体感していただくのがですね、一番良いかと思うんですけれども、特徴としてはですね、名前、グラスパーっていう名前がついているだけに、グラスパーの性能を引き継いでます。グラスパーっていうのは、これ、日本語にすると、掴むとかっていう意味なんですけれども、路面を掴むっていうのは、普通のグラスパーのコンセプトでですね、特徴的なのはこのブラシレスの高い保持力ですね。この高い保持力の中で、路面を掴んで、バキバキ曲がる方向の、特性になります。でですね、スペックを見ていただくと分かる通り、レスポンスと、パワーの両方のタイプの、今までのサーボの範囲、領域をですね、カバーしているというところですね。なのでですね、この辺もですね、また、発売されたら詳しく、細かく説明していこうと思うんですけれども、例えばですね、スピードじゃない、トルク型に振っていきたいときはですね、スピード速くなってしまうと思うので、これですね、スピード落としてやるとかですね、そういう使い方は必要になってくるんですけれども、その辺のですね、設定で、パワーとレスポンスのですね、両方の領域をですね、カバーすることが、可能になります。はい。ということで、こちらの PSX4S グラスパー、今回、ざっくり特徴を紹介していったんですけれども、こちらがですね、10月上旬から中旬ぐらいになるかと思うんですけれども、10月発売をめどにですね、今、準備を進めています。お店に並ぶのはですね、あと半月ぐらい、先になるかと思うんですけれども、グラスパー、STD、GP ユーザーの方とかですね、EP バギーの、やられる方なんかはですね、ぜひ注目していただけたらと思います。はい。ということでですね、またこの、グラスパ STD については、さっきも言いましたけれども、発売されたらですね、また、細かい今度使い方ですね、とかに関してもですね、細かく説明していきたいと思いますのでですね、またその時はですね、この、YouTube アップしますので、ぜひ見ていただけたらと思います。またですね、随時、リクエストコーナーもですね、常に受け付けておりますのでですね、リクエスト、ある方、またですね、このグラスパー STD についての質問なんかでも、全然構いませんのでですね、またコメント欄ぜひぜひ、書き込んでいただけたらと思います。それでは今回の動画は以上になります。それではまた。